休館日。我が家のためにあるみたいなバスでしたねこれ。あ、上手。待って。オッケー。はい、いらっしゃいいらっしゃい。今日は枕崎だよ。枕崎。あ、いい匂いしてる。うん、いい匂いしてる温泉の。相模。めっちゃ楽しみね。飲み込みたくない。紫カステラではいはい。ケーキを作りたいと思いめっちゃ突風が吹いてますけど。聞こえますか？すごい雨ですよね。これ触っていいのかな。で、母ちゃんです。わかりました。再びもいいね。はい。いい感じです。この後にね、急遽温泉に行こうかなと。かーちゃん、じゃあ温泉着きました。俺こんな感じ。これそっくり。わさわさいっぱい生えてて。こんな感じなんや。ちょっと変わってたらこれ前から見た感じ。だいぶわさおなんですね。4個ぐらい買ってた。まあな、いちごはちょっと、いちごは調子乗って買いすぎてしまった。いい香りしてる。隣のね、女性の方がカゴにねどんどん入れていくんですよ。でね、横にいたおじさんが「それ美味しいの?」って聞いたら「美味しいですよ」って言って、でそのおじさんもめっちゃ入れてってな。もしかして桜かな。でなんかそれで買ったんですよね。ジョロッケ。ギョロッケ。ちょっとねやられちゃった感がありますけどね。騙されたかもしれませんけど、楽しみにしたいと思います。これは今日の夜ご飯ですね。はいすごいとこにあるんだよ。終わりが汚いな。貸し切り温泉もあるねんな。春玉温泉やな。やってますね。これ、父ちゃんに持ってって、父ちゃん持ってって、父ちゃんに持ってって、父ちゃん。父ちゃん、そっちから。こっちから。じゃあこっちから持ってきて。父ちゃん持ってって。ありがとう。ありがとう、なぎちゃん。助かりました。なぎ、ありがとう。ありがとう。
2個ぐらいかな。2個ぐらいがまあ全部食べれる。出た。もうが始まりました。なぜなぜスイッチが入ったの。あこちゃん、なんちゃん、メガネ、なんちゃん、鼻。よし。じゃあ母ちゃん、はい。朝ぼの里、はい。景色絶景ですね。絶景ですはいね。これね、窓を開けてるんですけどね、実際は寒いんですよね。でもナギが暑いんで今開けてます。まあ網戸越し、ちょっと網戸開けましょうか。こんな感じでね、めっちゃいい景色なんですよ、本当に。まだちょっと雨がね降ってますね。じゃあいただきましょうか。今日のご飯はお刺身ですね。まあ毎回ですけどね。道の駅上天草で買いました。お刺身の盛り合わせですね。でこれも道の駅上天草で買いましたね。俺はなんかちょっとよくわからない、買うつもりなかったんですけど、買っちゃったっていう。お魚のすり身で作ってある。で、ブロッコリーチンするだけね、これね美味しいんですよね。めちゃめちゃ美味しいです。これはきゅうり、買ったきゅうりを浅漬けにしてもらいました。はい。じゃあご飯は、よいしょ。すいちゃんちょっと倒れとるね。これ水ちょっと芯が残ったかな。水少なかったかな。あれか。米が多かったのかな。よいしょ。あれ？なんか混ぜたら大丈夫。下の方は。下の方は、あれ？電気途中で抜けたとか？そんなことないよね。なんかちゃんと切れてた。ピー。あれ？なんかちょっと滝が変今回。そうやね。なんでこんなんなったんやろ。あれ失敗した？いや大丈夫やろ。この辺はなんか水っぽい。混ぜたら大丈夫じゃない？お味噌汁もう一回チンしようか。大丈夫。大丈夫。なんとちょっと上がなんでやろ。別におかしくないはずやけどな。下がなんか水っぽいのにね。まあ大丈夫。はい、もうなったもんはどうにもできません。食べれる。これがお刺身ですね。美味しそうですよ、めちゃめちゃ。これで1200円ぐらいやったもんな。安いよな。じゃあ母ちゃん何から食べますか？これヒラメでしょ。母ちゃんこれか。カンパチか。これ反対じゃないの箸。箸も嫌なの。すぐ階段ではこけそうになるし。風呂の急な坂上がったらぜいぜい言うし。じゃあ私はヒラメかな。いただきます。いただきます。美味しい。うまっ。うめ。美味しい。それで寒いわ。いいですか、閉めて。ちょっと閉めさせて。大サブ。青さ、玉ねぎ、チーズ、エビマヨネーズ。チーズ、エビマヨネーズ、コロッケいただきます。あ、すり身ってことか。ちょっと食べてみて。すり身って何回も言ってたよ。そうか。ここにもしっかり書いてるし。全然情報が入ってない。3回ぐらい言ってるよ。まああかんわ。そうか。なんか言うとったな、そういや。大丈夫。わ、本当だね。確かに。ちょっとかまぼこみたい、なんか美味しい。
まあかまぼこやね。まあかまぼこ自体魚のすり身だもんね。まあ美味しいよね。そら。かなり寒いんで FF ヒーター入れました。何度ぐらいかな、外気温。後でちょっと測ってみたいと思います、外気温ね。母ちゃん、ただいまの時刻言うの忘れてました。ただいまの時刻は6時54分ですね。6時54分です。早いですね。ちょっと寒いね。ちょっと寒いですね。なぎは暑いけど、ちょっと私たちは寒いですね。まあ今 FF ヒーター入れましたからね。もう暖かくなると思います。もうだからね、多分すごい無駄な感じになると思います。FF ヒーターを入れて窓は全開にするみたいな。なんか私たちの足元は暖かいけど、なぎは風が通って涼しいみたいな、そんな環境づくりになるかなと思ってます。今日ね、お米炊いたんですけど、お米がね、やっぱちょっと炊きがね、変だったんですよ。お水かなと思ってたんですね。お水が量を間違えたかなと思って、まあでも多分白米の2合ぐらいにしたんですよ。で今ね、もう片付けてる途中なんですけど、家内がこれちょっと取ってくれる。これ熱いの？熱い手の皮がそう、この下にね、これを昨日拭いてたんですよ。こうやって拭いてたものをそのまま下に入れたまま上にお釜を乗せて炊いてたみたいで、危なかったね、これ。本当だね。なんかね、ちょっと焦げちゃってるんでね、これ気をつけないといけなかったですね、本当に。で、まあ多分これが間にこうやって挟まってたんで、火が通ってるとこと通らない、熱が通ったとこと通らなかったとこがあったみたいで、まあお米がね、なんかこんなちょっと変な、なんか炊けてるとこと炊けてないところがあるみたいなことになったみたいですね。まあ今日もこうやって拭くんですけど、ってなんでにゃんちゃんはこう後ろ背中でゴンゴン押してくんの？なんでこの狭いとこ入ってくんの？大きい体で。僕はそういうの好きやね。そうですか。グイグイくんだ。まあ原因が分かってね、よかったです。なんかちょっと炊飯器潰れたのかなとかと思ったんで、よかったですね。じゃあ、これスポンジ忘れちゃったの？スポンジが見当たれへん。すいません。昨日まであったんですけど、どうもね、今日はスポンジがどっかにね、どこ行ったんや。捨てたかも。捨てた。外の袋の中かな。入ってないかな。ないんです。スポンジがない。母ちゃん、車で3分のところに温泉があるって言って、調べたんですよ。でそれでね、温泉行きたいなと思って、体も寒いしなと思ってで、ナビに入れてみたら12キロも離れる、結構遠いね。およそ20分ぐらいかかる。あれだね。まあでももう温泉の気になっちゃったんで、そのまま行きます。です。なんかでも大きいお風呂みたいですけどね。あ、そうなんだ。行きましょう。はい。開いてますように。右方向です。閉まってた最悪。もう勘弁してほしい。わざとお笑いやろ。いやもう笑われへん。これっぽくない。あ、これやな。これやな。どんどこ出てきた？なんかどんなとこって書いてあったよ。あ、書いてる。なんかすごいとこやね。ね、うわ綺麗。どんどこの湯。なんか思いのほかに立派なところに着いちゃいましたね。そうか。うわーすごい。でかっ。でかいな。お母ちゃん、なんかすごいとこですね。子供たちが走り回ってますね。休みの日ですからね。じゃあ行きましょうか。もう体冷えた。お風呂の中にこんなでっかい石がある。すごいね。これ本物？あ、本物や。本物や。すごいね。
なんかめっちゃでかい石があそこにもあるんだけどじゃあ行きましょう。かいちゃん、はい、お風呂はい、めちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃ良かったです。めちゃめちゃ良かったです。めちゃめちゃ良かった。ちょっと遠かったんですけど来てよかったね。本当にいやー、もうここ絶対なんか昼間も来てみたいって感じかな。お昼間ね行った温泉、垂玉温泉は、お昼に行かれるのがいいかなと思います。道も細いんで、あと景色がね、昼間行った方が森林浴する感じなんで、すごく気分が良かったですね。あそこはね昼間行くのがいいなと思ったんですけど、ここはね露天風呂のがめちゃくちゃ大きいんですよ。内風呂も大きいんですけど、露天風呂がめちゃくちゃ大きくて、でそこのライトアップがねすっごい綺麗だったんですよね。だからねここはね夜来るのもねおすすめですね。あと子供ちゃんがなんか遊べたりするような場所、休憩室がね、すごい広くて、そう休憩室っていうのかな、あれは、なんか卓球台とかもあって、漫画の本とかもあって、畳でお休み休憩もできるし、右側には鏡もあったやろ。鏡ついてて、子供ちゃんな鏡でよくダンスのレッスンやってた子供のねダンスのレッスンやってた時はね、ああいうところで子供がこう飛び跳ねたりよくしてたんで、だからいろいろ思い出しましたね。すっごい広い駐車場が止めやすい。そうね、ここはもう駐車場が、昼間の行った垂玉温泉はねちょっと駐車場も、キャブコンぐらいだったらね行けるかなと思うんですけど、中型バスみたいなね、アドリアとかね、長いアドリアとかはもうちょっと難しくはないのかな。ちょっといい加減なこと言おうでも火を入れれるしなここはね駐車場がすっごい大きいんで、すっごい大きい、すごい大きいね。もうなんかホテルと併設されてる感じだから、そうホテルも併設されてて、でそこの横に日帰り温泉があるんですね。どんどこの湯、どんどこの湯、名前がすごいね。どんどこの湯、どんな湯かなと。本当にね、なんかあんまりね期待してなかったんですけど、すっごいめっちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。平湯の森みたいなイメージ。そんな感じ、よく似てると思う。岐阜県のね平湯の森に似てますね、確かに。あんな感じですね。もう本当リラックスできてめっちゃ良かった。そうか、良かったです。来てちょっと初め私3分で行かれへんやと思ってやめようかなと思ったんですけど、来てよかったです。じゃあまたね、道の駅遊ぼうの里に帰ります。雨が止みましたね。今日はよく雨降りました。今はねもう真っ暗で見えないんですけど、この遊ぼうの里は向こう側ですね。ちょうど今目の前に建物、真っ暗で見えないですけどね、建物があるんですけど、この向こう側にねすっごい広い広場があるんですよね。ナギはね少し運動不足なんで、明日ねもういっぱい運動させたいと思います。この向こう側にねすっごい綺麗な景色が広がってて、めちゃくちゃ広い広場がここにあるんですね。実際は今ちょっと見えないですけどね、あそこにねおばあちゃんもいるんですよ。おばあちゃんっていうか人形のおばあちゃんですけどね、ちょっと夜見ると怖いですね可愛いおばあちゃんですよ本当は。この向こう側めっちゃ楽しみですね。明日母ちゃん、これ牛乳買ったやつちょっとさっき飲んでみましょう。
いい音鳴らしてんな。全然終われへん。美味しい。美味しい、飲みやすい。なんか、ではでもいただきます。美味しい。めちゃめちゃうまいな。なんか北海道でさ、飲んだね、めっちゃ美味しいなこれ。生乳 100%。これね、さっきのお風呂で買いました。グルメ牛乳。生乳生乳100って書いてたと思う。多分知らんけど。知らんけど、いい加減な情報ばっかり。美味しいな。後でこれ母ちゃんコーヒー牛乳にしたらいいんだよね。やったー、嬉しいです。母ちゃん、コーヒーできました。ありがとうございます。母ちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ただいまの時刻は10時32分です。ここに着いたのは早かったんですけど、またお風呂にね行ったりして、でもお風呂はね行ってよかったです。ちょっと遠いなと思ったんですけどね、行ってよかったなと思うお風呂でした。ここはね、遊ぼうの里、ここがねすごい好きやねんな。そう、めっちゃなんか一番最初来た時にキャンピングカーが乗せされてすぐに九州旅に出た時にこの遊ぼうの里にも来たんですけど、なぎがねいっぱい遊べてね、そう、すごい喜んで遊んだから、なんかそれですごいいいとこだな。そう、印象がいいねんな。すごいね。またね次九州熊本に来ることがあったら絶対来たいなと思ってたんで、またねここに戻ってこれてよかったです。本当によかったなと思います。明日の朝はね景色が、多分天気はね曇りのち晴れかな、曇り時々晴れかな。多分ね景色が見えると思うんですけど、ここからはねもう絶景ですからね、めっちゃ楽しみにしてます。じゃあちょっとね連日の移動でやっぱり疲れが出てきましたね。お疲れ様ですかね。本当に。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いつも横に乗ってるだけで幸せ。いえ今日はどれぐらいかな、150キロぐらいやな多分。今日はそんなに移動してないはずやけど。じゃないと思うけど。でもねそうですね、一箇所にずっといるっていう旅のスタイルもあると思うんですけど、今はね私たちはできるだけたくさんのものが見たいなと思ってるんですね。1回の旅で長くてね、今回10日間ぐらい来れてるんですけど、詰め込むっていうわけではないんですけど、九州をねやっぱりできるだけ知りたいっていうふうにね思っているので、でもねあんまりね動きすぎるとね疲れちゃうので、そこはね加減をしながらですけども、今回もね福岡から佐賀長崎で、長崎の島原からフェリーに乗って天草で、天草から今この遊ぼうの里まで来たんですけど、家内がずっと言ってたんですけどね、家内は地図見るのすごい好きなんですよ。で地図って高速道路のパーキングとかかな、で
地図をいただけるんですけど、その地図を見ながら「ああ今はここにいるんか、ここにいるんか」とか言って、もう外国やなみたいなことばっかりずっと言ってもう外国やな、外国やな、こんなとこもう外国やな、もう端の端だしずっと、まあなんか家内はねすごくそれで喜んでるみたいなんで、楽しい旅だなと思ってます。まあコメントとかでもいただくんですけども、まあ笑顔の多い夫婦ですねっていう風に言っていただけるんですね。まあでも私たちも例に漏れずそんなになかなかこう笑えなかった時もあるんですけども、まあ今はねその特にまあうちの家内がやっぱりその笑うことが大事だっていう風に言うことが多いんですね。で私はねそれがね以前はねそれがよく分からなかったんですね。でも最近やっとですね、なんかそれがどういう意味を持って人生にいい影響を与えるかっていうことがね少しずつですけどね分かってきたような気がしますね。なのでよく笑っている夫婦ですねって言っていただけると嬉しいなって本当に思います。できるだけねこの動画は自然体でいるようにと思ってるんですけれども、それがね笑っていることが多いっていう風に見ていただいてるっていうのはね良かったなと思ってます、はい、じゃあコーヒー飲んでね寝ましょう。はい、コーヒー牛乳にしていいですよもう早速ちょっとコーヒー飲んだ方がいいじゃんただいまの時刻は12時18分めっちゃ遅い。遅くなりましたね。で外気温計ねさっき出したんですよね。だからまだね正確ではないと思うんですけど、今の外気温は 12.6 度ですね。もうちょっと寒いと10度ぐらいじゃないかなと思いますね、寒さはね。で明日なんですけれども、明日はもうこの遊ぼうの里で、まずナギの運動をさせていただいて、でそこから10時ぐらいからかな、お蕎麦屋さんが開くんですね。でお蕎麦を食べたいなと思ってて、でその後もう少しねこの道の駅の周辺を散策したいなと思ってます。で阿蘇の方には登っていかないかもしれないですね。ちょっとね移動がずっと続いてきてて、私もね家内も少し体を動かしたいなと思うので、この移動中は運転とねちょっと歩くぐらいしかやっぱりなかなかできなかったので、その運動も兼ねて少しこの遊ぼうの里で過ごさせていただきたいなと思ってます。物産館とかもねゆっくり見たいっていうのも、今日はねもう行ったらすぐ閉まっちゃったんで、物産館もねゆっくり見たいっていうのもありますしね、ここのねやっぱり絶景ですよね。これをねゆっくり楽しみたいなと思ってます。はい、あくまで予定です。全然もう明日になったら気変わってるかもしれないですけどね。はい、じゃあ今夜はね寝たいと思います。おやすみなさい。
はようございます。今私たちは道の駅遊ぼうの里釘野かなにいます。でドッグランをね使わせていただこうと思って来たんですけれども、ドッグランは朝の9時から5時までだったので、今はねまだ、6時過ぎですね、朝の。なのでちょっと疲れなかったんですね。で、こっち側にも広い広場があるので、こっちでね運動しようと思います。じゃあ本日もよろしくお願いします。めっちゃ景色いいです。ちょっとね曇ってますけどね、でもこれから晴れそうです。なえちゃん、なえちゃん、お腹すいた？待てよ。母ちゃんがね、いいもん出してあげる。3、2、なえちゃん、1、キャーおいで、おいで、おいで持っていった。なんでピザ配達して、ピザ、ねえちゃん。昨日からの外気温なんですけど、見えるかな。一番下がったので 10.1 度ですね。10.1 度まで下がりましたね。なんでまあ1桁にはならなかったですけど、寒かったですね。なんか久しぶりに10度とかってなると寒いですね、やっぱりね。
感じでした。よし。母ちゃん、はい。今ぐるぐるなってました。キャンピングカーで降りてこれからそば食べに行こうと思ったんですよ。そしたら多分家内はここにいたんですよね。で私反対側にいてでずっとね、あれどこ行ったってなって、ずっとこうどこ行ったみたいになって、でおったんかいみたいになりましたね。まあよくあることですけどはい。でナギのね朝の運動はすごくできましたね。今日はね、いっぱい走れました。走れました。本当にいっぱい、もう本当最高の環境です。やっぱりよかったね。本当最高の環境でね。でここにね2年前に来た時にキャンピングカーが納車されて、で初めての旅で九州に来て、でここに来たんですね。それが2年前ぐらいなんですけども、その時にお会いした秋田県ちゃんとねまたお会いできて、向こうの方も覚えてくださってて、あそうだ神戸からでしたねみたいな風な話をさせていただいて、でね秋田県ちゃんとねお互い大きくなったね。そうちょうどね同い年だったんですよね。それで余計覚えてたんですけど、その時その秋田県ちゃんは女の子なんですけど、ちょうどね1歳ぐらいの時にお互いなぎもね1歳ぐらいで、秋田県ちゃんも1歳ぐらいの時にお会いして、でもう今3歳になりましたねって、もうちょっとで3歳なんですけど、もう3歳になりますねみたいな話になって、なんか良かったですね。本当に会えて良かったなと思いました。やっぱりね元気で大きくなってると嬉しいよね。そういう本当にね元気で、でもねおとなしい可愛らしい子になってました。本当に可愛かった。もう触ったらねぐーって寄ってきてくれて、めちゃめちゃ可愛かったです。じゃあお蕎麦食べに行きましょうか。はい。景色はねこんな感じで、今日は晴れてます。少しねクリアではないんですけども、晴れてよかったなと思います。本当ここはね景色がめちゃめちゃ綺麗です。ワンちゃんが走れる場所もいっぱいありますからね。お水もね湧き水があるんですよね。それをいただいたりもできるので、本当に環境がいいですねここは。で今から食べに行くのはそば道場ですね。水車小屋のある横ですね。何買いましたん？ここでいらっしゃいできませんからね。ほうれん草と平たけときのこが好きなんで、きのことでアスパラ、今日の晩ご飯ね。父ちゃんのおやつで砂糖買いましたね。で母ちゃんはサトウキビを 100%、それ舐めるんですね。舐めるかいそういうことね。じゃあご飯食べに行きましょう。そばね、ここですね。これそば湯。そば湯。50の召し上がりくださいって書いてあるので。すごい。なんか手にかけるのかと思ったらそういうことはしてないですね。いいですね、このワンちゃんがいっぱいね、なんかね、楽しそう。見てよ、ムクムクしてる。かわいい。そば湯新しいが取れてます。私のそぼろです。で、十割そば。で、私は天丼に十割そばです。じゃあいただきましょう。いただきます。景色最高。最高。もうこんなだって360度、180度。食べましょう。オーシャンビューじゃない。オーシャンマウンテン。オーシャンマウンテンじゃない。オーシャンマウンテン。海と山みたいな。マウンテンビューですね。マウンテンビュー。はい。いただきます。相変わらずでございます。いただきます。美味しいな。美味しい。かっちゃんお蕎麦、美味しかった。美味しかったですね。値段もねリーズナブルで食べやすいし、
道の駅のね、もちろん駐車場に止めて、ここにワンちゃんの散歩もいっぱいドッグランとかでできて、で食事もできるんで、まあ、景色がねこの景色ですからね、もうこれほんとね、ほんといいよなここ本当いいよね。なんかね動きにくいんですよ、もうねここでいいなと思って、これはねいいですね、本当にいい、本当にいい心地がいい。居心地がいい、本当にいい。散歩2回目行きます。旅に出るとなかなか運動できなくて、でナギはねお留守番も長くなるんで、今日はナギデーです。じゃあナギもう一回行こう、もう行こう。本日2回目の運動参りたいと思います。ゴーナイゴー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 。